三月期。老妻の李長はとても頭が良かった。若い時、難しい試験に合格して役人になった。自尊心がとても強くて、自分は役人より偉くなれると思っていた。それで役人を辞めて、一人で詩を書いた。有名な詩人になって歴史に名を残そうと思った。しかし、思うように成功しなかった。だんだんお金が少なくなって、李長は焦った。痩せて目がギラギラして別人のようになった。結局数年後、妻子の生活のためにまた役人になった。自分に十分な才能がないことが分かって、半ば絶望もしていた。職場では昔李長が馬鹿にしていた人たちが上司だった。李長の自尊心は傷ついた。毎日が苦痛だった。1年後、出張で地方へ行ったとき、とうとう李長は発狂した。ある晩急に起き上がって何かを叫びながら宿を出て闇の中へ走っていった。彼は二度と戻らなかった。それから李長を見た人はいなかった。次の年、李長と同期だった円さんが出張の途中でその町に泊まった。次の朝、まだ暗い時間に出発しようと思ったが、地元の役人が言った。この先の山は人食い虎が出ます。危ないですから明るくなってから出発した方がいいですよ。しかし、円さんは人数が多いから大丈夫だと言って、暗い時間に出発した。月明かりの下、山道を歩いた。突然、草むらから虎が踊り出た。虎は円さんを襲うかと見えた。しかし、急に方向を変えて、また草むらに隠れた。草むらから人間の声が聞こえた。危なかった、危なかった。円さんはびっくりした。その声は、李長じゃないか？円さんは李長の数少ない友達の一人だった。円さんは優しい男で、李長と衝突しなかったからだ。草むらが静かになった。やがて、忍びなく声が聞こえた。しばらくして、低い声が答えた。そうだ。俺は、李長だ。円さんは恐怖を忘れて草むらに近づいた。久しぶりだな、李長。どうして姿を見せてくれないんだ。俺はもう人間の姿じゃない。俺のこの姿を見たら、君は怖がると思う。でも、久しぶりに友達に会ったんだ。このまま少し話をさせてくれないか。後から考えれば不思議な話だが、円さんはその時不思議だと思わなかった。彼は草むらの近くに立って見えない声と会話した。都の噂、共通の知人のこと、円さんの今の仕事のことなど、いろいろな話をした。それから、円さんは聞いた。ところで、どうして君は虎になってしまったんだ？草むらの声は語った。い
1年前、俺はこの近くの宿に泊まった。夜、俺の名前を呼ぶ声で目が覚めた。俺は外へ出た。声を追って夢中で走った。気がついたら、俺は両手と両足で走っていた。体に力が満ちて、簡単に岩を飛び越えることができた。明るくなってから、川の水に自分の姿を映してみた。俺は、虎になっていた。夢だと思った。でも、夢じゃなかった。どうして虎になったのかと考えたが、わからなかった。死のうと思った。その時、ウサギが目の前を走った。気がついたら、俺はウサギを食べていた。それから俺は、時々人間の心が消えて、完全に虎になる。人間の心が戻った時は、人の言葉がわかるし、難しいことも考えられる。死を暗唱することもできる。自分の運命を考えて、恐ろしくなる。でも、人間の心が戻る時間は、だんだん短くなった。はじめは、どうして虎になったのかと考えていた。でも、気がついたら、どうして人間だったのかと考えていた。恐ろしい。もうすぐ俺は完全な虎になって、人間の記憶も消える。いつかまた君と出会っても、君だと気がつかないで襲ってしまうかもしれない。俺の中の人間が消えてしまう。もしかしたら、その方が幸せかもしれない。でも、怖いんだ。恐ろしくて、悲しい。自分の中で自分が消える。この気持ちは、誰にもわからない。誰にも。そうだ。俺の中の人間が消える前に、エンさん、君に頼みたい。俺は詩人になって、歴史に名を残すつもりだった。もう無理だが、今でも覚えている詩がたくさんある。書き取ってほしい。俺が人生をかけて書いた詩を、誰かに伝えたい。エンさんは部下を呼んで、李長の詩を書き取らせた。すぐに作者に非凡な才能があるとわかる詩だった。しかし、何かが足りない、とエンさんは感じた。月の光は冷たかった。風が、もうすぐ夜明けだと知らせていた。李長の声は続けた。どうして虎になったのか。思い当たる理由が一つある。人間だったとき、俺は他の人とほとんど交流しなかった。傲慢だと言われた。でも本当は他の人に間違いを指摘されたり、大した才能がないことを知られるのが怖かった。だから先生に習ったり、詩が上手な人と友達になって一緒に頑張ったりすることができなかった。自分が特別じゃないと分かりたくなかったから、本当に才能がある人たちと友達になれなかった。そして、自分が特別だと信じたかったから、普通の人とも友達になれなかった。それで、臆病な自尊心がもっともっと大きくなった。俺の自尊心は猛獣だった。
俺は心の中に虎を飼っていたんだ。その虎が、俺の家族を傷つけて、友達も傷つけて、とうとう俺は、体も虎になってしまったんだ。俺は自分の少ない才能を無駄にした。実力を知られることが怖くて人から逃げた卑怯者だった。俺より才能がなくても、努力して立派な詩人になった人はたくさんいる。虎になってからようやく気がついた。だが俺はもう、どんなにあがいても詩人になることはできない。素晴らしい詩ができても、誰にも伝えられないんだ。この苦しみを誰かに伝えたいとき、俺は月に向かって吠える。でも、理解できる者は誰もいない。人間だったときと同じだ。俺の気持ちを分かってくれる者は一人もいない。あたりは少し明るくなって鳥の声が聞こえていた。エンさん、もうお別れだ。もうすぐ俺の中の人間は消える。お願いだ。俺の家族に、俺はもう死んだと伝えてほしい。虎になったことは言わないで。わかった。伝えるよ。とエンさんは言った。草むらの声は泣いた。それから自重的に言った。はあ、家族のことを先に言うべきだった。俺は虎になっても家族より自分の死の方が大切なんだ。こんな男だから虎になるんだ。エンさん、お願いだ。二度とこの道を通らないでくれ。次に君がここを通ったら、俺は君を食べてしまうかもしれないから。最後にもう一つお願いがある。あの丘の上まで行ったら、こちらを振り返ってほしい。俺はこの姿を君に見せよう。この姿を見たら、きっと君は二度と俺に会いたいと思わないよ。さよなら、エンさん。エンさんは丁寧に別れの言葉を言った。草むらから悲しい泣き声が聞こえた。エンさんと部下たちは言われた通り、丘の上まで行って振り返った。さっき李長と話していた草むらから一匹の虎が現れた。虎はすでに光を失った月に向かって2回、3回吠えた。それからすぐまた草むらに入って、二度と姿を見せなかった。